こんにちは、たかしです。本日は7月30日土曜日、週末ですので、来週8月1日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは月足が確定しましたので、月足から見ておきましょう。現在月足、この高値、2007年の高値から引いたこのトレンドラインを上抜けてきてますので、基本的には上に上がっていく。大きくターゲットは 195.883。この辺ぐらいを目指して最終的には上昇するのかなと見ております。直近では安値を切り上げてきてますので、このままじりじりと一旦のターゲットを目指して上昇中。そしてここの高値ですね。この直近の戻り高値というのを超えてきてますので、ここから基本的には上がっていくと感じてます。そして GMMA まだ収束してますが、今は上向きになってきてますので、ここから大きく上昇していく上昇トレンドの序章というそんな感じですね。ただインジケーターはさほど強くないんですよね。マクディは横ばい、ストキャスティックスはちょっと方向感がない感じですので、今はここでのレンジになってますので、今このトレンドラインを上抜け後の戻しをつけようとしているのか、それともここで時間調整を行ってからの上昇になろうとしているのかというところです。現在は一旦次のターゲットはここなんですね。175円ぐらい、この赤いラインですね。ここが週足で見るとここに、小さく戻り高値をつけている部分なんですが、今は同じようにここも戻り高値をつけてるんですよ。これが今揉み合ってるポイントなんですが、164円ぐらいですね。この辺を抜けてくると次は175円ぐらいを目指して上昇すると考えてますが、今はこの高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントのこの白いライン 61.8%、ここが 168.42 というところなんですが、その辺、そしてこの赤いラインですね。この辺付近が今は抵抗になってます。で、ここ直近見ているとわかるんですが、ローソク足がね、陰線と陽線が交互に出てるんですね。で、去年の年末もそうだったんです。去年の10月、11月、12月ぐらい。この辺も陰線と陽線が交互に出てる。つまり、月足単位でのここでのレンジになっているんですね。今もちょっと形は汚いんですが、レンジを想定してますので、もう少しレンジが続くのかなと。そんな感じがします。もう1、2ヶ月続きそうな、そんな雰囲気にも見えますね。一旦はこの月足のストキャスティクスが、この過熱感が解消するのを待っているのかなという感じもしますので、これがもう少し下げてきたところ、過去のこの反発ポイント、ここですね、ここ。なので、このラインぐらいまで下げてくると、そこからの反発になるのかなっていう感じですが。ですので、もうしばらくここで揉み合う可能性が高いなとも考えます。では、週足です。とはいえ、先ほどのは月足の話ですので、そうなるとここの値幅になるんですね。この値幅、上限が169円ぐらい、そしてこの下限が155円ぐらいとなってますので、かなり幅の広い値幅で動くことになるんですが、現在はその下落中というところで、ここでダブルトップを作って今下落中。で、このネックラインぐらいを今目指してきているのかなと。そしてこのネックラインっていうのは 155.5 付近なんですが、今はそこまで下げてくるかわかりませんが、その辺を目指して今下落中というところですね。大枠ではここエリオット波動をイメージしてます。1、2、3、4、5と考えてたんですけれども、もしかしたら今ここ全体が3波の可能性もあるなと見てます。1、2、3波進行中。そして今ここで4波に入って、そこから5波に入っていく。みたいな、そんなイメージにも見えますので、基本的にはまだ上を目指すと思ってます。先ほど言ってました175円ですね。その辺を目指して上昇していくと思ってるんですね。で、現在 GMMM まだ強い上昇中ですので、週足単位でも、上昇トレンド中というところで、今はその中で調整の下落を行っているというところでしょうか。そして週足のインジケーターストキャスティックス、まだもう少し下げる余地があるんですね。この過去の反発点、こことかこことかを見てますと、ここでここですよね。この上昇とこの上昇なんですけれども、もう少し下げる余地があるんですよ。なので、今週も比較的強めに下げてはきているんですが、それでももうあと1、2週間は下げるんじゃないのかなというふうにも見えますので、来週も基本的には戻り売りで、来週いっぱいぐらいはいけるんじゃないのかなと見ております。そして MACD もちょっと弱くなってきましたね。今のところ方向感なくこう上下に動いてますので、あまり信用ができないんですが、今のところは週足単位でインジケーターは弱いというところ。ただ基本的には上昇トレンドですので、下がったところでは次の上昇に向けて買っていくのがいいと思ってます。では日足です。日足ではこの白のボックス、そしてこの赤のボックス2種類を描いております。現在強く下落中ですが、一旦のこのターゲットはこの辺かなと見ています。ここ過去のこの意識されるラインですよね。こ
この辺の頂点ですので、158円ぐらい、この辺が次意識されてくるのかなと見ておりますので、これ週足単位での意識されるラインなんですが、なので最終的にはこの辺まで下げてきてもおかしくない。158円というのはちょうどこの週足に引いているこの赤のトレンドラインですね。この辺付近でもありますので、やはり最初はこの赤のトレンドラインぐらいまで目指して下落してくるんじゃないのかなというふうに考えてます。で、この大きな赤のボックスの下限は 155.589 なんですが、ここまで下げてくることも考えられますが、一旦はここでの反発を見たいですね。158円ぐらい。ですので、今、現在地が 162.277 なんですが、まだ結構下げ幅はあるんですが、この158円を一旦の目処として、次週足単位での押し目買いポイントになるんじゃないのかなと見ております。なので逆に言うとそこまでは下落してくる余地がありますので、今ここからだんだんと158円を目指して、この辺まで下げてきてくれると分かりやすいなとは見てますが、今はここ三角持ち合いを描いてました。で、三角持ち合いを今下抜けてきたので、おそらくですが三角持ち合いのこの支点に当たるこの辺ですね、158円ぐらいを目指してくると考えるんです。そう思いますと、ここですね、先ほど言ってましたこの週足単位で意識されるこのライン158円というのと一致しますので、やはりこの辺がターゲットなのかなと。ということは、ここまでは戻り売りで攻めていってもいいんじゃないかというふうには考えます。日足のインジケーターも弱いですね。あまり方向感がない。ストキャスティクスもぐちゃぐちゃしてますので、これが機能しているとは思えないんですが、それでも一応弱いなっていうのはわかります。で、現在はここですね、フィボナッチリトレースメントの 38.2% の162円付近、この安値からここに引いているんですが、その、38.2% で反応してきている。そしてこのオレンジのトレンドライン付近でもありますので、今ちょうどこの辺が抵抗になっているのがわかります。で、ここを抜けてくると次はこの白のボックス加減。これ過去にこの辺と意識されているポイントですので、160円付近ですね。次のターゲットは160円。で、この白のボックスを抜けると、先ほど言ってましたこの三角持ち合いの支点になるここですね。158円ぐらいまで下げてくるんじゃないかと。で、この辺で底固めをすればそこからの大きめの上昇になっていくんじゃないのかなという、そんな大きなイメージを持っております。ただですね、今気になるのがこの GMMA です。日足の GMMA は今横向きかけてるんですね。これ GMMA って横向いてから収束して下向きになっていくんですよ。こことかそんな感じですよね。この上昇から横向いて収束して下向いてくる。で、そうすると赤の GMMA がこの下に潜り込んでくるんですが、ここは今トレンドなく動いてたので、まだ上抜けるんですが、今度ここから、もうしばらく下落の日が続きますと、今赤の GMMA ちょっと見にくいんですが、ここに今あるんですね。ここから下抜けてくる、この青の GMMA を下抜けて、そして青の GMMA がだんだんと下向きになってくる。それにレジスタンスされるように赤の GMMA がそこから青の GMMA に上値を抑えられて下がっていくというような動きをするんです。そうしますと大きめの下落になっていきますので、ここでのダブルトップからの下落となっていきます。そう考えると158円までもし下げてきた場合、週明け158円まで一気に下げて急上昇みたいなことを起こすとそうではないんですが、じりじりと下げてくると、この GMMA が今度下向きになってきますので、日足単位で下落トレンドに入っていきます。そうなりますと、158円で止まらずに、その先 155.5 とか、この辺付近まで下げてくる、150円ぐらいまで下げてくる可能性もありますので、その辺は注意が必要ですね。今のところ想定としては158円では反発するんじゃないのかなと見ておりますが、それまでで反発してくる可能性も大いにありますので、その辺も考慮しておきたいところです。現在はこのトレンドライン付近にありますので、ここから反発してくるのかというところですが、基本的には三角持ち合い加減ぐらいまで下げてくるとは思ってます。そして三角持ち合いを抜けた時ですね、上抜け下抜けした時は一旦その戻しを待ってからの、再下落を取っていきましょうという風に喋ってるんですが、今ここね、三角持ち合いもすでに崩れてる感じがするんですよ。一応三角持ち合いとして動いてはいたんですが、ここでのこの辺で、昨日の動画でもお話ししてますが、もうレンジになってるんじゃないかという風に言ってます。なので三角持ち合いが崩れて、そこからレンジに移行しているとも考えられますので、今ここから戻しをつけて下落というよりも、このまま下落していくんじゃないかと。もし下落する場合はですけど、このまま続落、週明け続落していくんじゃないのかなというふうに考えてます。ただ一旦の抵抗がすぐここにありますので、この辺は引っかかってくると思いますが、週明け小さめの戻しをつければ、そこからの戻り売りを狙っていけばいいんじゃないでしょうか。では4時間足です。4時間足、今ここをですね、先ほど言ってましたフィボナッチリトレースメントの 38.2%、そしてこのオレンジのトレンドライン付近
というところで意識されてます。そしてここ金曜日に言ってましたこのトレンドラインですね。ここ過去に反応しているラインですので、ここも反応してくるだろうということは言ってましたので、今ちょうどそこが重なっているラインなんですよね。そしてこの白のゾーン、これ過去の、意識されているこのゾーン、つまりレジサポゾーンなんですよね。この辺ずっと意識されてますよね。なので今そこに来ているというところで、今ここは一旦の抵抗になりますので、ここからの反発上昇も考えられるのですが、ここちょっと昨日のローソク足、昨日が金曜日だということもあるんですが、ですね、この反発しているところを見てほしいんですよね。例えばここですよね。この大きな下落で大きな陰線が出て、その後大きな陽線が出て、陽線が2本連続で出てるんですよ。で、最後のこの大きな陰線を包むようにして陽線が出てるんですが、今回の場合はそうじゃなくって、この大きな陰線に対して次陽線がね、その最後の陰線をカバーしきれていない。つまり、この陰線の方が大きいんですよ、実体部分が。で、その後陽線が出ればよかったんですが、その次が陰線になってますので、ちょっとここで揉み合いをしているなっていう感じですよね。金曜日ということもあって、そこまでの反発の力がなかったっていうこともありますが、週明けもしここから大きな陽線で反発してくれば、この辺ぐらいまでは戻してくると思います。ちょうどここ戻り高値になってますので、そして GMMA 付近というところなんですが、164円ぐらいですね。この辺まで戻してくる可能性もあるんですが、週明け、大きな陽線が出現できないようですと、このまま続落するんじゃないのかなと考えてます。今はここ抵抗帯ですので、下げ渋ってはいますが、このまま高値を更新できないようですと、ここのトレンドライン、これが先ほど冷やして言ってたトレンドラインなんですが、価格では現在161円ぐらいですかね。この辺ぐらいまでは下げてくるんじゃないかなと思ってます。そしてその次のターゲットが160円。この白のラインは先ほど冷やしてみてた白のボックス加減になります。ですので、一度この辺ぐらいまでは下抜けてくる可能性、そして戻しをつけたこの白のゾーン、過去のレジサポラインですので、ここが今度レジスタンスになって、ここまでの調整をつけてのもう一度下落みたいな、そんな動きになってくるのかなという感じもします。今、4時間足のストキャスティック数は安値圏からゴールデンクロスしてきてます。ただ、マクディはまだ弱い状態ですので、とりあえず上昇するためには、このマクディのモメンタムがもう少し減る必要があるのかなと。ただ、日足、週足ともにインジケーター弱い状態ですので、ここからどんどん上昇していくというイメージではなく、基本的には戻り売りですので、ストキャスティックスが高値圏に来てもじりじりと上昇っていうところでしょうか。ですので、上がってきたところは売っていく。来週1週間はおそらく戻り売りでいけるんじゃないのかなと考えておりますので、どこまで下げてくるかわかりませんが、先ほど言ってたこういうポイントですね。こういうポイントで一旦反発したところでの戻り売りを仕掛けていくのがいいと考えてます。では、1時間足です。1時間足綺麗にトレンドを描いて下落中ですね。ただ、ここ、今ちょっと陽線と陰線が入り混じってますので、少し、迷いが出てるなっていう感じですね。先ほど言ってましたが、ここはいろいろ抵抗が重なっているポイントですので、こういった形になって、ここからの上昇になるのか、下落になるのかっていうのが、ここが今ちょうど分岐点かなと思ってますが、基本的には上位足のインジケーターを見てますと下落していく。そして1時間足も下落トレンド中ですので、上がったところは売っていけばいいと思ってますが、今 GMMA が近づいてきてます。で、ストキャスティクスも高値圏に近づいてますので、このストキャスティクスが高値圏に入ったところ、そして GMMA がもう少し下がってきたところっていうのは戻り売りポイントと考えます。ただ GMMA がだいぶ開いてきてますのと、あと4時間足のインジケーターですね。先ほど4時間足の MACD の下落モメンタムがもう少し落ち着いてくると上昇の方に入っていけるのかなっていう話をしたんですが、もう少しこの、週明けですね、陽線がじりじりじりと続いてくるようですと、4時間足の MACD も落ち着いてきますので、そうなると一旦の上昇になる可能性があります。その場合はこの辺ですね、先ほど4時間足での戻り高値って言ってたのが、ここ164円ぐらい、163.8 から164円ぐらいのこの辺の間ですね。この辺ぐらいまで戻してくる可能性。で、ここには4時間足の GMMA が下がってきてますので、この辺は戻り売りになってくると思いますので、ちょうどこの昨日のヒゲ先ぐらいですね。この辺を背にショートエントリーっていうのが優位性があっていいと考えてます。今は一旦週明けここですね。ちょうどこの辺がラインが引けそうです。今 162.6 ぐらいのところにラインを引いているんですが、ここがだいたい上髭で返されている部分ですので、ここをまず超えてこられるかどうかですね。ここを上抜けてくると、一旦はここの高値ぐらいまで、上昇してくると考えますが、ここの上昇を取っていくというよりも、ここまで上がってきたところでのショートエントリーをしていく方が安心だと思ってます。
そして現在このままここの高値、この黄色ラインを抜けられないようですと、そこからの続落で一旦161円ぐらい、そして160円を目指して下落していくのかなと思っていますので、今この白のゾーン4時間足でも表示してましたが、ここを明確に下抜けるとここからの戻り売りで狙っていきやすいんじゃないかなと考えてます。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。